い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は B 級アイスのニューモデルクラウドです。出たねー。ウェザーシリーズ第2弾。そうねー。第1弾、ウィンドに続くクラウドね。四季シリーズはスプリングからウィンターの4つで終わっちゃったけど、今度は天候にまつわるものだからかなり色々続くんじゃない？雹とか雷とかもあったらいいのに。ゲリラ豪雨とかは？災害系はないわ。雨と霧が今後出るって書いてあったよ。レインとフォグってこと？レインはジメッとした音です。フォグはなんかもやってますって？それじゃあ誰も買わないよ。まあジョークだけど、モデル名については本当なのね。そうみたいよ。今回のクラウドは15ヶ月かけてチューニングしたそうだけど、去年の秋にウィンドが発売された時点ですでにクラウドは開発中だったってことね。いくつかの開発プロジェクトが同時進行してるんだろうね。クラウドは今、クラウドファンディングサイト、キャンプファイヤーでクラウドファンディング中なのよね。へえ、クラウドをクラウドファンディング、ややこしいな。クラファン中で当然今買っとくと安く買えるけど、通常販売になっても2万円台中盤の価格設定は3万超えのウィンドより少し安めな設定のようだね。ドライバー構成の違いかな。とはいえ、ポンと買える価格ではないです。だよね。パッケージ内容は上の通りね。ケース付き。イヤーチップはメモリーフォームを含む3種類。ケーブルは柔らかめで取り回しはいいよ。単結晶銅プラス単結晶銅銀メッキ混合同軸ケーブルね。詳細は上の情報を確認してね。外観は軽くて丈夫なメタルシェルです。柄張りはシアンとブラックで、シアンがとっても綺麗なので欲しいなぁと思っています。ウィンドとはデザインが全然違うよね。そうね。サイズは一回り小ぶりで、重さもオール金属ボディで片側 5.6g は軽いよね。今回はウィンドとの比較でいいんですよね。もちろん、波形よろしく。はい、これです。割と似た傾向のようですね。そのようだね。まずはサウンドデモを聞いてもらおうかな。ウィンドを持ってる人がサウンドデモを聞くと、クラウドとの違いがよりわかるんじゃないかと思って、音調整の基準はウィンドにしてみた。違い、聞き分けられるかな？愛がウィンド持ってますから、きっと聞き分けられると思いますよ。ではサウンドチェックいきましょう。音量、上がります。はい、サウンドチェックでした。違い、分かったかな？
もちろんです。低域は Wind の骨伝導ユニットの音を拾えていないと思うので、実機ほど顕著ではありませんが、Wind の方がどっしり感ありました。あと、広域の明るさの違いでしょ？ああ、言われちゃった。収録音からはざっくりそういう違いがわかるよね。で、ちょっと Wind のドライバー構成を振り返ると、10mm の DD プラス 10mm 中低周波骨伝導ユニットのコンビネーションですから、低域が特徴的なんですよね。そっか、忘れてた。クラウドは骨伝導ユニットじゃなくて、パッシブユニットって呼ばれるフレキシブル補助振動板が搭載されてるね。パッシブラジエーターのような低域を強化する機能とは違って、余分な広域を抑え、キャビティ内の空気圧のバランスを保ってるって書いてあるよ。そうだね。ここからは実機を聞いた印象になるけど、箱出し最初の主張で予備知識なしに聞いて、セミオープンじゃないのに広がりすごいなと思ったからね。パッシブユニットの効果なのか。あと、これもでしょ？エアーアシスト循環システムってやつ。詳細は上の資料の通りよ。ああ、そうだった。これもだね。繊細で滑らかなサウンドって表現、その通りだと思う。メインは 10mm のダイナミックドライバーで LCP 振動板。低域のレベルは見た目にはさほど強くはなく、200Hz 付近で基準ラインより下回っているんで、Wind に比べ低域はややタイトだけど、量感が不足しているとは感じない。ぼわつかず、すっきり感あっていいね。フロアタムはアタックがやや優先だけど、量感もほぼ満足。中域はレベル自体はそんなに落としてないように見える。低中域が早めに減衰し始めているので、落としているように見えるだけですかね。そのようだね。2.5kg あたりのピークが特徴で、ここを出しているモデルは対外ボーカル向きというアピールをしていて、クラウドも同様。その上の帯域との絡みもあるけど、確かにボーカルは綺麗。6kg あたりを結構出してますよね。バンドレイヤーチップ2の白の波形だともっと出ています。だからバンドル1を選択したんですよね。そう。中古域以上は自分の耳には十分すぎるぐらい出ているから、5から 7kg あたりを調整してみた。オレンジの波形、ファイナル E で聞いてみた結果も良かった。マイヤーチップ全体の測定結果はこんな感じなので、調整の参考にしてもらえればね。と言っても、重なりすぎてよくわかんないよ。重なってるのは傾向が似てるってことなんで、大きく違っているとこを優先してチェックして特徴をつかんでもらえばいいと思うよ。あ、そっか。中広域から広域が特に綺麗ですよね。広がり感も心地いいな。ハイブリッドモデルみたいな分離感もありますし、文句なしですね。この帯域が結構出てくるから、シンバル系も前へ出てきて、それが苦手な人はいるかもしれないけど、多くの人に受け入れられそうな傾向の音質で、レベルの高い仕上がりだと思ったよ。クラウドと Wind の実機の印象の違いは？そうだな。収録音と基本的には同じ印象で、波形にも現れてる通り、クラウドも量感はあるけど、低域の圧は Wind だね。そして広がりを伴った中高域以上は、クラウドがより鮮明に感じたね。ただ、広がり感の良さとか、全体的な聞き心地の良さって、すぐ慣れちゃうのが怖いんだよな。それが基準になっちゃいますからね。耳がどんどん贅沢になっていくってやつだ。Wind を持ってる人からすると、Wind じゃダメなんですかっていう思いがあると思うんですけど。全然ダメじゃないよ。Wind を気に入っているなら大事に使えばいいと思う。でも、クラウドに惹かれるなら安く買えるうちに買っといた方がいいかもね。B 級ワイズファンで式シリーズから揃えている人はもうクラファンで買ってるんだろうな。Wind もクラウドもまだ持っていない人には自分の聞いた印象ではクラウドがおすすめ。そうですね。やっぱりこれは欲しいな。クラファンでシアンのカラーのを買おうと。そうだね。Wind と使い分けられる質感の違いもあることだし。ということで LCP ダイヤフラムプラスバッシブユニット搭載 B 級ワイズクラウドのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。